はい、講演依頼 .com 新聞社員系教育 YouTuber のつっちです。今日はですね、なんと海外からつながせていただいております。こんまりメディア CEO の川原拓海さんです。よろしくお願いしまはい、す。川原です。よろしくお願いします。今、あれですか、どちらの方にいらっしゃるんでしたっけ？今はロスですね。今もうすぐ夕方な感じです。10 18時ぐらいですかね。ぐらい。はい。そんなもでんかな。日うん。本が朝の10時ということで、今、お7月14日、つながせていただいております。こんー。なんかまりメディニュースみたいだね。ア、いやいやいや、ちょっとね、やっぱ海外つなぐの初めてなんで、少しあ、そっかそっか。緊張してますけど、近藤麻理恵さんの、プロデュースをですね、全般的にやられてる、旦那さんでもあり、プロデュースやられてらっしゃるということで、ちょっと簡単にですね、ちょっとご本人で自己紹介の方をお願いできればと思います。はい。改めまして、皆様、こんにちは。おはようございます。川原と申します。はい。ご紹介いただいたように、こんまりメディアインクの CEO と、あとは近藤まりえのマネジメントプロデュース全般、あとはプラスアルファ夫もさせていただいております。プラスアルファ。はい。はい。そっちの方がついでっていう。そうですね。えーっと、で、もともと広島県の島の生まれでして、で、18まではま広島で育って、はい。はい。で、うん。その後、大学で東京の方に出て、大学では、政治とかを勉強をして、政治家を志していた時期もありましたと。で、その後、人材教育のコンサルティング会社に新卒で入社をして、そこでは、コンサルタントをやったりとか、営業もして、あとは採用の担当をやらせていただいたり、当時は、講師として、講演をさせていただいたりということをしてきました。で、2013年に、会社を辞めて、独立をして、近藤麻理恵のマネジメントをする会社を立ち上げて今8年になりますと。で、2016年からはアメリカのシリコンバレーの方に移って、そちらでも会社を作り、で、2018年からはロサンゼルスでも立ち上げて、ビジネスとプロデュースとをやってきていると。で、2019年からはネットフリックスで、冠番組を作らせていただいて、そこではエグゼクティブプロデューサーとしても関わらせていただいていると、そんなことをこれまでしてきています。ありがとうございます。もうネットフリックスは、ノンフィクションで一番見られた、世界で見られた、そうなのよ。なっているということはい。で、2019年の世界一すごいな。になりました。はい。あと、エミー賞っていう、テレビ界のアカデミーうん。賞っていう世界一のタイトルでも2部門にノミネートしていただくということをありがたいながらいただきました。この前お話お聞かせいただいたんですけど、レッドカーペットもね、夫婦で歩かれる。そうなのよ。かれこれね、もううん。7回ぐらいレッドカーペット歩いてんのよ。何かええ、しら。そうなんですね。びっくりだよね。2010、一番最初は2015年の時っておっしゃってましたっけ？そうだね。2015年にタイムの世界で影響力のある100人に奥さんであり、うん。タレントの近藤マリエが選んでいただいて、その時に一緒に歩かせていただいたのが初めてです。ああ、すごいな。ちょっとそういう、なんと言いますかね、なかなかそういう今、現状アメリカでこう活躍されてらっしゃるホットな方、ホットで、しかも、なんていうか、こうプロデュースをですね、こうやられてらっしゃるっていうところでですね、そういった方がですね、こう日本でもこうね、講演っていう形で呼べる時代、こういうオンラインを通して呼べるっていうこともありますし、もちろん日本にも、書いてくる時期、今年であれば11月に来る予定だということで、はい。いただいてたので、はい。そういった時にこうリアルなね、講演で、ご一緒できる可能性もありますし、こういったウェブでできる可能性もあるということで、うん、ぜひですね、今回、ご登録いただいて本当にありがとうございます。いや、こちらこそです。えいや、面白いよね。一応ですね、どこでどうやって縁がね、つながるかわかんないからね。そうですね。ちょっと遡って、ちょっとね、私と匠さんのご縁というところではですね、去年の、えっと、少し遡ると、去年の10月に私が武田壮雲さんと一緒にですね、北海道に
同行に行ってた時に、隣に飛行機で、アレックス・バナヤンさんっていう方の本を読まれてた。で、それで、何の本読んでるんですかっていう話聞いて、いや、この方が日本にいらっしゃる時のイベントにちょっと呼ばれてるんだっていう話になって、まあ、よかったらちょっと面白そうだから、まあ、一緒に行きませんか的な形になって、で、そこの会のプロデュースをやられてたのが匠さんなんですよね。そうなんです。はい。六もとも六本木。と、そう、六本木の怪しいはい。はい。クラブで。ちょっとおしゃれな感じの。はい。そうそうそう。バナヤン、アレックス・バナヤンももともと僕が Kindle で本を読んで、で、すごい感動して、で、ちょうどそれもたまたま飛行機の中だったんだけど、はい。サンフランシスコのオフィスからロサンゼルスに帰るときに読んで感動して、いや、この人すごいわ、面白いわと思って、着陸してフライトモード解除したときに、アレックス・はい。バナヤンって調べたわけ。検ほう。索してみたの。で、そしたらツイッターやってたから、ツはい。イッターやってると思ってツイッターでフォローしたら、すぐフォローが返ってきて、はい。で、フォローバック来たと思って、で、すごい読んで感動したよって、まあ、英語で打ったわけ。はい。そしたら、彼も、まあ、匠のこと、その、こんまりで知ってるよって言われて、おお、そうなんだ、ありがとうってなって、で、なんかすごい感動したから、俺が言いたいんだって言ったら、明日とか何してるって言われたから、いや、明日ちょうど休みだよっはい。つって、で、そはい。したらその翌日にそのままランチに行けることになって、うん。で、そこで初めましてだったのに、めちゃくちゃ意気投合して、いや、匠はい。実はね、12月に日本で、なんか行こうと思ってんだと。だからなんかうん。それできないかって言われて、そこから、そのプロデュースというか、日本での、その、まあ、彼、サードドアっていう本書いてんだけど、そはい。れを、そう、見ました。サポートさせてもらったイベントに、もともと武田壮さんがまあ友人でもあったから、で、しかもなんかうん。うね、生きん。方的にこう、会ってもらえたらすごい面白いだろうなと思いついて、声かけてうん。来ていただいたときに、土もね、いそうてくですね。れて話したそうです。と。その時になんかいろんな方がもういらっしゃいましたよね。えっそうだね。と、大悟さんのマネージャーさんとかもね、いらっああ、しゃっそうそうそて、はう。い。うん。もう、だって、ちょうど、大悟くんの弟くんも来てくれてたしね。うん、あと前田裕二さんとか、ああ、前田裕二そうだそうだ。さんめちゃくちゃ忙しいのに来てくれたんだよってね。いうすごい方々が一堂に集まって、すごい私もありがたい経験をさせていただいたというつながいえいえ、りですね。来ていたはい。だいてありがとうございました。ありがとうございます。で、まあ、その後もですね、ご一緒させていただいたりとかもして、まあ、7年間人材教育も、やられてて、先ほやってどお話し、ましたよ。はい。まあ、そこで講師としてもやられてたってことなんですよ、もともと。はい、講演もしてましたね。多いうん。時は本当週に5、6回講演するようなこともあったりして。うん。ね、当時はやっぱり人材教育とか育成採用、うん。あとはまあセールスについておはい。話しすることが多かったですね。うん。なるほど。もうなので、もう、講演はもうかなりもう慣れてらっしゃる状況だということまあで。でもね、もう8年とかやってないからね、そうですよね。ちょっただと話せる照話題も、れるっていうか、うん。話題もね、なんかもう今だからこそ話せる話題ってたくさんね、終わりだと思うので、そうそれいった、はね、ある。うん、もうやっですよね。ぱり海外に来て仕事をしてみてこう感じたことと日本との違いとか、まあ逆に日本の素晴らしさみたいなのもすごく感じることが多いので、そういったはい。ことはぜひ今後、お話しする機会がいただけるんだったらお伝えしたいなと思ってます。いや、もうぜひお願いしたいですね。なんか、プロフィールも一緒に作らせていただいて、まあ、テーマとかも、その世界的ムーブメント、まあ、起こすための、まあ、メソッドだったりとか、まあ、そういう、なんと言いますかね、やはりこう、日本企業の、まあ、日本の中で依頼をいただくときって、やっぱりこう話せる話題、話せる人、話せる話題ってやっぱりこう限られてるっていうところはあるんですね、正直。うーで、まあ、ん。まあ、時代もこうかなり急速にこう流れていく中で、やっぱりうんうん。こう今、現在進行形でこう海外でこう活躍されてらっしゃる方の声を聞くっていうのはすごく貴重だというふうには思いますので、まあ、そはい。ういう、
はい、ウェビナーだったりとか、まあ、ウェブオンラインでお話しいただくってこともできると思いますけども、まあ、そういったところを通してですね、匠さんがぜひ、お伝えしたいと、皆さん、日本の方々にこれを皆さんにこう、ね、受け取っていただきたいっていうようなことがあればですね、ちょっと言っていただければと思うんですけども。はい、ありがとうごはい。ざいます。はい。そうだね。一番伝えたいことで言うと、まあ、すごいね、失礼になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、海外にいて悲しいのが、やっぱ日本の存在感を感じないんですよ。ニュースにしてもそうだし、エンターテインメントでもそうだし、でも実際にね、僕も日本人で日本がすごく好きで、まあ日本から自分たちもやってきて思うのが、何一つこう負けてるものって実はないと思っていて、ただ、その表現がしきれてなかったりとか、まあやり方がちょっと違ったりとか、まあもちろん言語の壁があったりっていうこともあるんですけど、そもそもで言うと、もっと日本が世界に対してできることとか、地球に対してできる役割って多いと思ってるんですよ。で、そこで一番のキーだなと思ってるのが、やはり世界で伝わるプロデュースがされてるかどうかっていうのが大きな違いだなと思っていて、もともとやっぱり世界っていうものを、見越してというか、そこに伝わるようなパッケージにしていくことができるかできないかですごく結果が変わってくるっていうのを自分の肌感覚でも思ってるので、そのあたりのことを、まあ、まだまだ若輩者ですけど、自分がやってきたこととかをもとにお伝えできたとしたら、いや、もっとね、日本の価値が世界に伝わっていくって心から思ってるんです。まあ、特に昨今のこのね、状況とかもあって、オンラインにシフトしていったことっていうのは、逆にプラスだとも思っている。そのはい。フィジカルなリアルだけじゃないオンラインでの価値提供がスタンダードになっていくわけなので、だからこそ日本にいるからとかではなくて、グローバルに、はい。価値を伝えていけるようなお手伝いがしたいなっていうのが、なんか急に熱くなっちゃったけど、本当うん、いや、のところで思ってます。なるほど。そうですね。いやー、うん、ちょっと日本にいるとですね、なかなかそういう、うん、そういうことをですね、おっしゃる方も、まあ、中にはいらっしゃるかもしれないですけど、今まさにですね、こういろいろ体験されてらっしゃるっていうところからお話聞くっていうところは、うん、ものすごく私自身もすごく聞いてみたいなっていう感じですね。いやー、はい。本当にはい。ね、共有したい。今僕が見えうん、てることとか、はい。感じてること、それこうん、そ、もう本当にね、僕もやっぱりもともと日本、広島の島生まれで、田舎から出て行って、東京に行った時ですら、大都会、すげえとこ来ちゃった、みたいなうん、う人だっん、たし、英語はい。ももともと全然喋れたわけでもないところから2016年に来て、はい。本当に何もないところから始めて今なんですよ。うっていうことん、は、でも、それでできるってことは、やりうん、ようはあるはずなのね。うん。なんかその辺をね、なんか実体験とともにお伝えできたら、なんかそれを次やってくれる人、はい。やりたいと思ってる人にバトンをつなげるんじゃないかなと思ってたりするんですよ。うそうん、いう、そうですね。なんか、体系化して、そういうメソッドをですね、しっかりこう、お伝えすることができれば、まあ、そういう人も、多分心の中では、あの、そういうふうにこうやっていきたい、ムーブメントをこうね、起こしていきたいみたいなね、方、いらっしゃると思うんですけど、やっぱりこうやり方が、手探りでよくわからなかったりとか、うん、あると思いますし、あの、私自身もね、そういうところは、少しあるところなので、はい。うん、ぜひですね、まあ、聞きたい方、うん、まあ、いろんな業界団体ありますけど、まあ、青年会議所さんだったりとか、なんか、すごく、こう、うん。今までご相談とかありますか、そういう。ああ、青年会議所さん、あったと思います。でもまあ僕個人っていうのはないかな。今までその本当に経営と裏でのプロデュースに忙しすぎて、そういう時間取ってこれなかったので、
ですね。まあでもこれからはもう少しそういったことにも時間をね、割いて、うん、自分たちのだけのものじゃなくしていきたいっていう思いがあるので、まあ、あはい。とはね、若い方にぜひお伝えしたいなっていうのは本音では思ってうん、いて、やっぱね、うん、これからはそっちを見て選べる人生なのかどうなのかですごい変わると思うわけ。うん、うん、なんでそういったお話があったらぜひいただけるそうですね。と嬉しいです。若手の、まあ、企業の中でも若手の社員だったりとか、あとは、学校とかもそうですよね。学ぜひ。校のやらせていただくとか、まあ、いろんなところで、こちらとしてもですね、ぜひご紹介させていただきたいなというふうには思ってます。あとはあれはい。よ。やっぱり僕らって夫婦で仕事をさせていただいてたりもするので、うん。まあそのね、お母さんでありながら仕事をしたりとか、まあお母さんじゃないでも女性でこう仕事していくとかっていう難しさも感じてるし、でもまあどうやってやるとうまくやれてるのかっていうこともお伝えできるかなと思ってるので、そこは聞きたいですでしょ？ね。はい。いや、これ聞きたい。ね、これね、みんなね、はい。うまくやり方あんのよ。やり方って言うと変だけどね、うん、やりようはあるから、うん、うん。なんかそういったことも、もし機会があれば、お伝えできたら嬉しいです。もう子供も、お二人でしたっけ？そう、ですよね。この間5歳になったのと、はい。3歳の娘2人います。そうですよね。なんか、インスタも見させていただいておりまして、ああ、すいません。ありがとうございます。なんか、こんばりさんのインスタももちろん見させていただいてるんですけど、あれですよね、ミランダ母さんとこの前、ああ、そうそありましたよね。う。美しかった。ですよね。で、なんか、僕もちょっと見てたんですけど、なんで言いますかね、本を取りに行かれてましたよね、匠さん。そう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 。走っで、てね。そうですよね。なんか今走ってますみたいな感じでそうそう。いや、紹介さ恥ずかしれてたんで。かったよね。いや、ドタバタ走ってた。写真とか持ってましたよね。写真とか。写真写真ってな何だっけ？かったか？自分の旦那さんとあれで子供ですみたいな感じで出なかったか？ああ、わかんない。どうなんだろう。うん。あ、わかります。ちょっと余談になりましたけど。いや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 。ありがとうございます。ということで、私ちょっとお伝えしたのは、こういうね、オンライン通してこう海外でこう生の声を今のリアルな形でこう皆さんにお届けできるっていうところはすごく魅力的なところではあると思いますので、ぜひですね、こういった貴重なですね、お話をお届けしたいなというふうに思っております。で、匠さんの方からも最後にちょっと講演の検討をされていらっしゃる方に向けてですね、一言メッセージの方をいただければと思います。ありがとうございます。はい。それ難しい振りじゃない？言ってましたもんね。はい。そうそうそう。まあ、僕、ここまでご覧いただいててわかると思うんですけど、あんまりこう、堅苦しいとか、難しい話とかっていうことはできないんですけど、まあ、どうやったらうまく活かせられたのかっていう事実に基づいた話はできるかなと思っているので、まあ、そういったことを、まあ、笑い含めて、聞きたいなという方がいらっしゃったら、ぜひご依頼いただけると嬉しいなと思っています。堅苦しいのは苦手です。わこれだけは言っかりました。ときます。そうですね。わかりました。ありがとうございます。でこちらこは、そ、はい、ぜひ皆さんご検討いただければと思いますので、よろしくお願いしぜひ、ます。よろしくおありがとうございます。願いします。ありがとうございます。